はい、哲也です。今日はですね、韓国紙に異例の反日批判広告、韓国は本当に生まれ変われるのかというテーマでお話ししてみたいと思います。最近ですね、これは、ザックザックというね、夕刊フジの、新聞があるんですけどね、これ3月2日付の記事ですけれども、韓国紙にですね、異例の反日批判広告が出たっていうことなんですよね。要するに今までは反日広告がよく出るんですよね、韓国はね。しかし反日を批判する広告が出たということなんですよ。これはちょっと異例ですよね。しかもこの出た日がすごいんです。 3.1 独立運動記念日というね、これ韓国にとってはですね、非常に重要な日です。3.1 独立運動というのは何かというと、日本が韓国を植民地にしていた時代があるんですね。いつからかというとですね、1910年ですよね。8月ぐらいだかな、ちょっと月忘れましたけども、1910年ということでね、僕は博多弁で韓国に行くとで覚えたんですけどねそれはどうでもいいんですけど、それで日本と韓国がそういう関係になったということでね、もちろん韓国の中にはですね、やっぱりこの強大なですね、ロシアというもの、北からの圧力というのがあってですね、自分の国、当時は北朝鮮も韓国も一緒ですけども、朝鮮半島をですね、なんとか維持しなきゃいけない、ロシアに支配されたら大変だということでね、日本と組んで自分の国を守っていこうという、人たちと、それからいやいやそんなことでね、独立性を失ってはいけないんだと、日本に植民地化されるなんてとんでもないと、いう人たちが両方いたということなんですね。しかし政権同士では結局韓国を併合するための条約を結んでですね、そういう関係になったわけですよ。ただ日本の植民地政策というのは、諸外国のようにですね、いわゆる欧米先進国のように、他の国をですね完全に支配して、いわばそこから収奪するというね、奴隷のように使って収奪するというような、植民地支配ではなくて、日本と同じように文明国家にねどんどんしていこうと、経済も発展させよう、教育も浸透させようということでね。ですからもう大学も作るしね、学校も作るし、それからハングルも普及させるしですね。日本は韓国に対して植民地支配したというふうにね、非常に悪辣なイメージを持っている人がいるかもしれませんけども、やってきたことはかなりね韓国にとってプラスのことが多かったわけですよ。だからいいということでもないんでしょうけど、当時の時代のね流れの中でそういうことが起こったということですね。ただやっぱり先ほど言ったようにね、韓国の人の中にはこういう植民地支配されているのは屈辱であるとね、なんとかこの状態を打破しなきゃいけないというようなね、思いがあって、それがですね、1919年ですね、これは3月1日ですけれども、1919年の3月1日にこの独立運動、別名、独立万歳とか言ってね、デモンストレーションが行われたので、万歳運動とか万歳事件とかね、呼ばれることもあるそうですが、この 3.1、独立運動の記念日ですね、これは韓国人にとっては非常に重要な日になっているわけですね。ですから確かね、この日は休日ですよ。そして大統領が必ず独立運動の記念日にスピーチをするというのがね恒例になっていると思います。でそういう非常に重要な日にですね、わざわざね、韓国のトップの新聞ですね、これ朝鮮日報ですけども、そこに広告を出したということなんですね、韓国人が。でそれはどういう広告だったかというと、今言ったように反日批判広告です。反日をするなと、もういい加減君たち反日やめようやと、そういう、広告なわけですよ。随分韓国も変わりましたね。まず政府がこういう反日批判広告を許すということもちょっと異例な感じがするんですけどね。でちょっとね、そのことについて触れた記事がありますので、これはザクザクの記事ですけども、ちょっと読んでいきたいと思います。日本の朝鮮統治に抵抗して起きた 3.1 独立運動の記念日を迎えた1日、韓国を代表する新聞朝鮮日報に驚くべき意見広告が掲載された。いわゆる元徴用工訴訟問題をめぐり、韓国政府に日本との歴史問題はないと宣言するよう要望したのだ。広告を出したのは
日韓両国でベストセラーとなった反日種族主義の編著者イ・ヨンフン氏で、歴史的事実に基づかないユン・ソンニョル政権の外交を批判している。謝罪を物乞いする卑屈な外交を中断せよ。朝鮮日報のオピニオン面に掲載された意見広告はこんな刺激的な見出しを掲げている。日韓の請求権問題は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。ところが韓国最高裁は2018年、日本企業に元徴用工への賠償を命じる異常判決を出した。韓国政府はこの問題の解決策として、韓国の財団が賠償支払いを肩代わりする案を提示し、原告などが日本側の謝罪を求めて強く反発していることから、日本政府に誠意ある呼応措置を求めているということなんですね。これが現在のユン政権の態度であるということですね。この異常判決、この最高裁の異常判決というのは本当に異常判決でですね、もうすでに日韓請求権協定で完全に解決している、個人の請求権の問題まで全て解決してたんです。最終的に完全に解決してたわけです。で、個人の分まで、日本政府がですね、支払いましょうかと言ったら、その分まで韓国政府にくださいと、自分たちがね、韓国内で、その分は配っていきますからというようなことで、そうですか、それじゃあ韓国政府に渡しますと、全部ね渡してるわけですよね。膨大な金額です。その金額を渡して解決しているわけです。ところがこの2018年の韓国の最高裁判決では、植民地支配が不当なものであったからというような前提を勝手に作ってですね、請求権は消滅してないんだというような話になったわけですよ。全く前提がおかしいんですけども、韓国の併合に関する条約というのが、締結された1910年ですかね、締結されたわけですけども、その1965年のこの日韓請求権協定とともに議論された日韓基本条約というのがあるんですね。そこでこの問題については、日韓双方がですね話し合って、韓国の併合に関する条約についてはもはや無効であることが確認されるというね、というような表現になって決着しているわけですね。つまりもはや無効であると。ということはどういうことかというと、当時は有効であったというふうに読めるわけです、普通にね。ところが韓国の人たちは、いやいや、もはや無効であることが確認されるということは、今となっては無効だということが分かった、確認されたんだよっていうふうに取ってるわけ。分かります？この微妙なつまり1910年当時は、日本側ですよ、1910年当時条約が締結された頃は有効であったけど、もう今となっては無効になったんだよっていう解釈で、文字通りの解釈してるわけですね。ところが韓国側は、今となってもはや無効であることが確認されている。つまり当時は曖昧だったけれども、もう今や無効であることが確認されているのか、当時最初から1910年当時から無効であることが確認されたんだみたいなね、そういう解釈をしてるわけですよね。これ国際社会的には完全に普通に問題のない条約ですよ。ですから韓国側の解釈が、僕はめちゃくちゃ無理があると思うんですけどね。皆さんどう思いますか？そういうことで完全に決着したものをですね蒸し返しているということは間違いないと僕は思うんですけれども、ユン政権もですね、どっちかというとこの反日批判の広告を出した人たちに近いんだと思うんですよ、考え方としては。僕のこれ推測ですよ。多分近いんだと思うんですよ。で、日本ともっと仲良くやった方が韓国にとってプラスになるともう絶対思ってると思うんですよね。事実そうですから。中国はあんな状態じゃないですか。アメリカは中国制裁するでしょ。で、中国と韓国があまりにもくっついていくとこれ韓国までやられちゃうということがあるので、韓国は中国依存非常に高いんだけど、いつまでも中国が当てにできるかどうかわからないという状態なんですよ。だから日本ともしっかり手を結んでおかなきゃいけないという気持ちがあるのはこれ間違いないと思うんですよね。だからユン政権というのは非常に現実的な政権なので、前のムン・ジェインさんとは全く違って現実的な政権なので、日本と仲良くやろうとしてるんですよね。これは擁日という言い方が正しいかどうか分かりませんけど、悪い意味じゃなくていい意味で日本をうまく利用しながら経済発展していこうということだと思うんですね。
親日ではなくて擁日という、皮肉る人もいますが、いずれにしてもですね、日本とうまくやっていった方がいいと思っている政権であることは間違いないんですよ。ただね、やっぱりこの最高裁のね、このとんでも判決が出てますからね、異常判決が。だからこれとの整合性を取らなきゃいけない。またその背後にある韓国人たちのメンタリティというかね、そういったものにも配慮しなきゃいけないと。反日メンタリティというかな、そういうものにも配慮しなきゃいけないことでこういう形に今なってるんだと思いますけれども、やっぱり今のやり方では本来はいけないんだよっていうこういう意見が出てるということは、ある意味でなんていうかな、健全性、韓国の健全性を、一部ですけどね、証明するものかもしれないですね。ちょっと続きを見ますと、広告に記された文章では、韓国最高裁の判決を歴史上消すことができない一大汚点、先ほどのね、最高裁の判決は一大汚点、韓国政府の日本政府への対応を先進文明国家としては決して行ってはならない卑屈な外交だと批判した。その上で卑屈外交の中断を求めたということですね。卑屈であると、つまり間違った判決をもとにですね、日本政府にいろいろ要求していくのはね、卑屈な外交であるということなんですね。1日に李氏らのグループから連絡を受けて広告の存在を知ったという麗澤大学の西岡努客員教授は、有名な先生ですね。これ西岡さんというのは拉致問題に非常に力を入れて、頑張ってくれている先生ですね。その西岡努客員教授は、韓国の左右双方に共通する反日歴史観を批判する意見広告が掲載されるのは初めてのことだ。今のところユン政権も日韓関係を良くしようとしており、反政府的広告ではないため掲載に至ったのかもしれないと話す。今回の意見広告の意義をどう見るべきかということで、この記事は終わってるわけですけどもね。僕もこの西岡先生の考え方に非常に近くてですね、韓国の中でですね、特に韓国のそのユン政権の中でやっぱり日本とうまくやらなきゃいけないと。で、今までのような卑屈なね外交をしていたら、なんか根拠のない反日をですね前面に出して政治をやっていったらね、韓国の未来はないんだと、そういう考え方を持ってるんだと思うんですね。ですからここでね、反政府的広告ではないためという言葉ありますけれども、ユン政権の政策をね、日本に謝罪を求めたりね、韓国が肩代わりするんだからそれに呼応する措置を取りなさいと言ってみたりね、要するに韓国左派の考え方、あるいは韓国人の根強く持っているメンタリティに配慮した政治をしているけれども、そういうことではいけないんだよと、そのユン政権も実は心の中で思ってるだろうと。だからそういう意味で反政府的ではないということなんでしょうね。ですからこういう広告掲載が許されたということになるわけですけども、これをどう見るかということなんですけど、僕はですね、日本と韓国は友好関係にあった方がいいかない方がいいかといったら、喧嘩しているよりは友好関係というか、北朝鮮の問題もあるし、あるいは中国の台湾侵攻の可能性も高まってるし、そういう中で極東が安定するためには日本と韓国はやっぱり一定の良い関係にあることの方がいいと思いますよ。それは敵対関係になっているよりはいい関係の方がいいと。ただ僕は韓国人が嫌いとかそういう発想はあまりないんですよ。僕の知ってる韓国の同僚とかそういう人たちは今まで、これは正直言って悪い人はいませんでした。みんないい人で温かい人でね、というか日本人と変わらない感じですよ。特別なんとかじゃないけども、日本人と変わらないいい人たちですね。ですから、たまたま僕が付き合ってきた人がそういうことなのかもしれませんけども、特に悪意は僕はないんだけど、ただレーザー照射の問題とか、天皇陛下に土下座しろと言ってみたりとかあるいは仏像返さないとか極めつけあれですよね、竹島ですよね。竹島はやっぱり返さないと、僕は国を信用しろと言われても信用できないですね。仲良くしましょうって言ってもですね、やっぱり竹島は返さなきゃいけないんじゃないですかと徳とはウリタンとか言ってもらっても困るんですよ本当にその問題は解決するために日本がしっかり交渉してるんでしょうかね。このユン政権になって少しそういう点にも外交的な努力をするのかなと思ったら全然そういう感じがしないじゃないですか。ですから日本側ももう少しやっぱりこういう韓国の中で反日批判というものが起こってるわけですから
やっぱりそういう健全な考え方を持った人ね、嘘の歴史で日本を攻め立てて、これまでのように反日教育を徹底してですね、日本に反抗する生き方をね続けた方がいいというふうに考えている国民がですね大半だったら、韓国はもう発展しないと思うんですよね。いやいや、歴史的な間違いは間違いとして、ね、認めようと、ね、自分たちが習ってきたことについてはちょっとね行き過ぎた面があったと、そこは修正しようと、ね、日本と仲良くできるとかどんどん仲良くしていこうというような感じでですね、反日のこれまでやってきたことが間違いであるという反省のもとに国を動かしていった方が、やっぱり韓国の未来にとってはね絶対いいと思うんですよね。ですけれども、先ほど言ったように、喉元のトゲというのか、徳とはウリタン、徳とヌンウリタンですかね、よくわからないけど、ずっとねそういう考え方を取り下げないということであればですね、根本的な日韓関係の改善というのは僕はないんじゃないかなと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。